これは亡くなった後の話だけではなく、自分の行いは自分自身に返ってきますから、普段の表情だったり言動だったりに影響してきますよということでもあります。はい、林正寺住職の共有です。今回は天国浄土について科学してまいります。科学というのはもともと知るという意味です。これを知らないとどこを目指して修行すればいいのか分かりませんから、この天国や浄土という思想について知っていただきたいということですね。この法話シリーズは供養とか霊のお話から始まりましたが、前回の地獄といい、もうちょっと前向きになれるお話も聞きたいというご要望もありましたので、今回はみんなで目指そういいところということで、私がちょいちょい言ってる天国や浄土についてお話をさせていただきます。まず天国というのはキリスト教やイスラム教の思想で、神や天使などがいて象徴とされる天上の理想の世界のことで、なんかいいところを想像できます。それに対し仏教には浄土という言葉があります。神仏が存在するとてもいい世界で、極楽浄土や霊山浄土と言われるところです。果たして本当にそういった世界や状態があるのでしょうか。私はあると言わざるを得ないという立場でお話をさせていただきます。天国や浄土についてですが、戸田教友が日蓮宗のお寺に生まれ、現在までのさまざまな修行の中で得た知識情報ですので、これが正しいとか絶対であるということではなく、一つの説としてお聞きいただきたいと思います。天国は西洋的な考え方言い方です。思想だけで言えば、日本では天国というよりも浄土思想がありますので、ここからは浄土という言い方でお話をさせていただきます。浄土、それは清らかな土と書きますが、なんかそれだけでもういいところっぽいイメージです。浄土というよりも極楽っていう例えもあるよねって話になりますが、じゃあ浄土ってどういうことなのっていうことで、前回までのお話や地獄とも重なっておりますので、そちらも合わせてご覧いただくと分かりやすくなりますので、ご興味のある方はぜひに。浄土にもいろいろな種類の浄土があるようです。阿弥陀如来の西方極楽浄土、阿宿如来の東方妙喜世界、薬師如来の東方浄瑠璃浄土、ビルシャナ仏の蓮華像世界、大日如来の密言浄土、釈迦如来の霊山浄土、弥勒菩薩の兜率天、観世音菩薩の不堕落浄土。例えば二足歩行のネズミで有名な夢の国が地球上に点在しているのをイメージすると分かりやすいのかもしれません。数が多いので、一番ポピュラーな極楽浄土について少し考察してみましょう。極楽という言葉ですが、例えば温泉に使ってはあ極楽とかいう変な人、私ですね。湯上がりに飲む生ビール、極楽。スーパー銭湯大好きです。坊主チャンネル。あとは亡くなると極楽に行くことを極楽往生と言ったり、極楽とんぼという言葉も江戸時代からあって、事の重大さに全く気づかずのんきに構えているもののことで、これは極楽に住むトンボの意味で、極楽では捕まえられる心配がないのでスイスイと飛んでいるということから、そういう人を褒めたりディスったりするのに使える便利な言葉のようです。さて、浄土思想はインドから中国を通り、さまざまな思想の中から生まれた観念であると言えましょう。極楽とは阿弥陀仏の浄土であり、サンスクリット語スカーバティはスカーにバティを加えたもので、幸福のあるところ、幸福に満ち満ちてあるところの意味です。シュカマダイ、ソカバッテイ、シュマダイなどと音写され、安楽、極楽、妙楽などと訳されています。何の苦しみも悲しみもない喜びの世界観です。素晴らしいですね。
浄土にもいろいろありますが、この極楽浄土は南無阿弥陀仏とお唱えすると阿弥陀様のところへ行けるという考え方です。南無阿弥陀仏と唱える宗派の方は亡くなるとこちらへ行くようです。妙法蓮華経というお経では、お釈迦様がお説法をされているという霊山浄土という浄土へ行けることになっています。虚空中において今なお法を説かれているところのようです。虚空とはこの無限ともいえる宇宙であり、そのどこかにある物質界ではない精神世界なのかもしれません。行ってみたいと思いませんか？そうでもないですか？供養の話から毎回言っておりますが、善行を積めば険しいながらもどんどんレベルアップして仏の道を歩いていけますが、地獄にはすぐに行けますから注意が必要です。これは亡くなった後の話だけではなく、自分の行いは自分自身に返ってきますから、普段の表情だったり言動だったりに影響してきますよということでもあります。気を抜いた時に出る表情というのを他人はしっかり見ていますから、常に心がけたいですね。ということを今自分に向けて言っております。坊主チャンネルでは、どんなことをすると霊山浄土へ行けるのでしょうか。まずはお経を少し聞いてみるというのが第一のステップです。般若心経でも阿弥陀経でも構いませんが、私は日蓮宗のお坊さんですので、妙法蓮華経でお話しさせていただきます。これらの違いは手段というだけであって、ゲームに例えるとキーアイテムですね。悟りの書みたいな感じです。最初なので、この妙法蓮華経について少し解説してみましょう。以降は法華経と略します。このお経が書かれた時期については諸説ありますが、私の感覚で2000年ぐらい前ということにしておきましょう。ユーラシア大陸を通って日本に伝わってきたのが538年という説もあります。聖徳太子がこの法華経を講義したというのは本当のようで、この法華経、仏教の精神で国づくりを進めようとしたという話は有名です。お経の内容はというと、全部で69,384文字、28章からなり、天文学的で壮大なお話です。もうお亡くなりになっていますが、とある有名な博士は、白蓮華はムー大陸の花であり、法華経はムーの教えであると言っており、信じるか信じないかはあなた次第です。この法華経に霊山浄土へ行くための5つの修行法が書かれており、このお経を信じる人が実践して亡くなったら霊山浄土へ戻るというシステムになっています。では、その修行法について詳しく説明いたします。チャンネル登録お願いいたします。そういう世界があるっていう存在を知っているわけですから、安心していけるわけです。親が見守ってくれていたら、子供だって安心して遊べますよね。これからこの地球に生まれる命を地獄ではなく霊山浄土として迎えてあげたいと思うのは私だけではないはずです。そして自分もその子供であると自覚いたしましょう。